and try again. はい、高田ホビーです。この動画をご覧いただきありがとうございます。今回は香港のディズニーストアで発売されているトイストーリー30周年記念モデルのメタリックバズライトイヤーをご紹介していきたいと思っております。結論から言うと、バズライトイヤー好きはこの商品を買うべきだと思っています。理由はこの銀色の部分にですね、商品の説明を書いていることによって映画の中のパッケージをしっかりと再現できているっていうところがポイント高いです。正直自分も銀色の部分がもうパッケージと一体型になっていると思って購入したのですが、実はこれカバーで外れる仕様になってるんですね。まずはこのカバーがテープ止め、5箇所ぐらいされているので、そこを外していきます。ちなみに気になるお値段の方なんですけど、香港ドルで399ドルということで、日本円に直すと約8200円ほどになります。ここの部分なんですけど、いろんな言語で注意書きが書かれているのがとても素晴らしいと思いました。これであればそうですね、旅行をついでにお土産で買ってもいろんな言語で理解できることができるのかなと思います。ちなみにこだわりが強い方というか、バズライトイヤー好きな方だったらもうお気づきかと思いますが、下の宇宙船の下のロケットブースターの部分もしっかりと再現されております。今回どうしてこの人手袋しながら撮影しているんだろうと思われた方いらっしゃるかと思いますが、メタリックのバズは特に指紋がつきやすくてですね、それの対策で、手袋をしております。ここを開いた時にですね、このパッケージの裏側しっかり再現されているところ、とても感動いたしました。正直この銀の部分にですね、商品説明をしっかり書いて、パッケージは映画そのままっていうこの発想はめちゃくちゃ天才だなと思いました。正直バズライトイヤー好きであればこのパッケージ感動しないわけないです。皆さんここも感動します。ここも映画と同じ開き方をします。で、トイストーリーコレクションの時も上側に開くんじゃなくて下側に開いてほしいと散々言ってた私なんですが、これはもう文句なしですね。ちなみに最近タカラトミーさんから発売されたモデルのパッケージとの比較になります。やっぱりこの形もしっかり再現されているところが今回のモデル素晴らしいですね。正直個人的な感想にはなってしまうんですが、この透明なプラスチックに固定する方式ではなく、トイストーリー2の時のような箱に固定するような方式だったらとても完璧だったなと思います。ただこの箱の中の再現度に関しても他の商品とは比べ物にならないくらい、クオリティが高いことは皆さんお分かりいただけるかなと思います。今回の商品はですね、ゴムのようなもので固定されているのでバッツリ切っていきたいと思います。この透明なゴムで、固定されているとどこ止まっているかたまに分かんないことがあったりするので、正直ワイヤーで止まっている方が好きだったりすることもあります。これ取れないのは肩の部分が止めてあるからなんですけど、正直こんなの分かるかいと思いましたね。これ結構いい感じにメタリックなんですけど、撮影してる方としては結構いろいろ映り込んじゃうので大変だなと思っております。正直皆さんの中にもメタリックのバズライトイヤー見飽きたよみたいな人もいらっしゃると思うんですけど、実は私もなんか数体見てて、メタリックのバズライトイヤー自体はもう正直あんまりワクワクしなかったんですけど、今回はやっぱりパッケージで買ってしまいましたね。膝部分とバックパックの部分を保護するフィルムがついてたんですけど、これがなかなか外すのが大変でした。今回の動画から丸いリングがたまに映り込んだりしてるかなと思うんですけど、撮影する時に暗いなと思っていたので女優ライトみたいのを買って今回から撮影で使っています。
それではバズ・ライトイヤー本体を、チェックしていきたいと思います。ディズニーストアのバズ・ライトイヤーっていうのが昔3800円ぐらいで買えたんですけど、その時からコミュニケーターがこうしっかり再現されていたのがすごいなと思いました。この時はですね、あれこれ電池入ってないのかなと思ってたんですけど、なんかスイッチが入ってなかったみたいですね。やっぱりこのディズニーストアといえばこのギミックですね。とてもいいです。電源を入れてみました。まず関節などを見ていきましょう。関節はですね、一般的なものと近いかなと思います。ただ右腕に関しては空手チョップする絡みで上がりっぱなしになってしまったりすることがあります。ディズニーストアのバズはトーキング機能もつきながらこの空手チョップができるのがかなり魅力となっております。全体的な関節の可動域や首の可動域なんですけど、昔のシンクウェイの、ものに近いかなと思っております。なんとなく、顔つきもなんですけど、昔のシンクウェイっぽい顔つきだなといった印象です。私が7年前に買ったディズニーストアのバズと、後で軽く比較してみたいと思います。このモデルの通常版、昔私は3800円ぐらいで買ったんですけど、今は多分5000円台だと思うんですね。それでこの機能ついてるのすごいですよね。細かいんですけど、この翼が下から開くとか、ジェットエキゾーストのシールがついているとか、ジェットパックの部分が光るっていうのはこのモデルすごいと思いませんか？No sign of intelligent life anywhere. Buzz Lightyear reporting for sector duty. Keep your scanners peeled. Zurg's minions could be anywhere. My scanners have locked onto Zurg's location. Stand back while I power up my laser. I have a laser and I will use it. Picking up a distress signal from Sector 4. Better check it out. Buzz Lightyear to Star Command. Come in, Star Command. There's a secret mission in uncharted space. Let's go. Let's blast off. Buzz Lightyear to the rescue. To infinity and beyond. I am Buzz Lightyear. I come in peace. Buzz Lightyear at your service. I protect the galaxy from the threat of invasion from the evil Emperor Zurg, sworn enemy of the Galactic Alliance. There's no sign of intelligent life anywhere.Buzz Lightyear reporting for sector duty. Keep your scanners peeled. Zurg's minions could be anywhere. ボイスは英語のみとなってますね。レーザー音は、昔のディズニーストアのものと変わりません。私がもともと持っていたディズニーストアのモデルと比べるとちょっと身長が低いのかなといった印象があります。やっぱり顔つきだったりも違いますよね。これ翼の部分がだいぶ改良されていることがわかると思います。もともとのディズニーストアのモデルってあんまりこの翼の部分の模様が似てなかったんですけど、かなり改良されてますね。全体的に、古い方のディズニーストアのモデルの方が音がでかい気がします。ライトイヤーのシールの部分もなんかですね、新しい方がしっかり再現されているように思います。元のディズニーストアのモデルを箱に収納してみたらこのような感じになりました。かなりいい感じですね。ということで今回の動画はここで終わりたいと思うんですけど、皆さんいかがだったでしょうか？僕はですね、パッケージがとても素晴らしいと思いました。正直このメタリックのバズ・ライトイヤーもいずれ手に入らなくなるっていうのもありますし、
あとそうですね、このパッケージがいつまで続くかといった問題もありますので、今買える人がいらっしゃれば、ぜひ手に入れてみるのもいいかなと思います。よければチャンネル登録、いいね、コメントお待ちしています。それでは次の動画でお会いしましょう。